昨年末に塗り絵の本の整理をしたら150冊くらい持っていたことが判明しました。今年は塗り絵の本の紹介と同時に使用している画材を紹介する動画を上げていこうかと思います。今回は水彩ベースの画材を使用した塗り絵本の紹介です。主に水彩色鉛筆、透明水彩絵の具、時々アクリル絵の具も使用しています。水彩で塗るメリットは油性色鉛筆に比べて圧倒的に早く塗れ、手への負担が少ないことです。私は腱鞘炎がひどい時は水彩をよく使用しています。逆に水彩のデメリットは使用できる本とそうでないものがあることです。水彩に向いている紙かどうかは見た目ではわかりません。厚くて丈夫そうな紙でもダメだったり、逆に薄っぺらでも水彩に向いているものがありますので、必ず試し塗りをして確認してください。このように絵の具を塗ると紙の表面に斑点ができる紙、あるいは絵の具が裏写りしてしまう紙の本には水彩は向いていません。水彩に弱い紙の場合、これらの下地材を使うと強度を増すことはできますが、今回は下地材なしで水彩絵の具が使用できる本のみを紹介しています。1冊目はフランス人イラストレーターによるこちら。日本語版も出版されています。色塗りに使用したのは草壁という日本製の透明水彩絵の具です。草壁の絵の具は明るくて可愛い色が多いのが特徴です。日本古来の伝統色もたくさん揃っています。ウィンザー&ニュートンのプロフェッショナルグレードの絵の具と比べてみると、見た目だけでもその違いがよくわかると思います。この本は中古で$3で買ったので、破れていたり、すでに色塗りされているページがあったりするのですが、とても個性的なユーモアのあるイラストが気に入っています。塗り絵は息抜きのためにやるものですが、この本は特に色のバランスとか陰影とか考えないで、プライムビデオを見ながら気楽に塗るのにぴったりな塗り絵です。2冊目は、スウェーデンのイラストレーター、マリア・トローレの本、ボタニカムです。これは、一番初めに塗ったページです。油性色鉛筆で塗ったのですが、私の技量だと、バラの花がトイレに飾ってあるプラスチックの造花みたいになってしまいました。それで、次のページは水彩絵の具を試してみたのですが、こっちの出来上がりの方が、私好みだったので、すべて水彩で塗ることにしました。この本で使用したラメやメタリック色の水彩絵の具です。
値段はピンキリです。高価なものは不透明度が高く、重厚な輝きがとても美しいです。安価な割には品質が優れていると思うのは、岩彩のメタリックやパールカラーです。このページでは、インクテンスという水溶性の色鉛筆を使用しています。インクテンスは、普通の水彩色鉛筆と違って、一度水で伸ばして乾かすと、耐水性に変化します。左ページの背景は、水溶性のグラファイトを塗っています。グラファイトとは、鉛筆の芯と同じものです。水で伸ばすと、独特の柔らかい質感があって、とても美しいです。この本で使用している水彩パレットはこちらです。いろんなメーカーの絵の具を使っています。私は趣味が画材集めなので、高価な絵の具も使用していますが、塗り絵用には安い絵の具でも十分だと思っています。とはいえ、100均の絵の具は質が悪すぎて、使っていてもストレスになるだけなので、せめて学童用の絵の具を選んでください。チューブの絵の具はパレットに絞り出して一度乾かしておくと手軽に使用できるのでおすすめします。黒い背景が好きなのでアクリル絵の具の黒で塗っているページが多いのですが、このターナーのアクリルガッシュは乾いた後軽くこすっただけで色落ちするのでおすすめしません。100均で売っているこのアクリル絵の具の方が色落ちしないしムラにならず不透明度も高くておすすめです。
3冊目はこちら。小説、嵐が丘の塗り絵です。海外 YouTuber がこの本を紹介していて、どうしても欲しくなり、やっと中古で見つけました。お話の重々しさと、こってり系のイラストがとてもマッチしている塗り絵だと思います。この本に使用しているのは、こちらのパレットです。渋めの中間色を選んでいます。この銀色のパレットは、月光荘というメーカーのものです。値段はちょっとしますが、作りがとても丁寧です。これのすごいのは、どんなに汚れたまま放置していても、全然色染みができないことです。私のような物臭な人にはおすすめです。この本の購入先を見つけるのは大変かもしれませんが、このイラストレーターは、エッツイに出展しているので、デジタル版の塗り絵を買うことはできます。私は、エドガー・アラン・ポーのデジタル版塗り絵を購入しました。まだ、水彩色鉛筆について何も語っていませんが、動画が長くなりすぎるので、次回に回そうと思います。この動画が少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。